本当に怖くてですね、もう、ページめくるたびに、これ終わっちゃうのというのの連続ですから、スティーブン・キングの呪われた街です。ちょっと吸血鬼の話もホラー特集だからさせてください。呪われた街っていうのは、集英社文庫で上巻下巻で繋がっていて、お墓ですね。お墓が表紙になってるんですよね。メイン州の小さな町、セイラムズロット、架空の町が舞台です。主人公は小説家のベン・ミアーズっていうですね、おじさんです。子供の頃ですね、このセイラムズロットに住んでたんですけども、怖いことがあって、それだけじゃないんですけど、よそに行って小説家として、売れない小説家として何冊か本が出たんですけども、スランプに陥って、ちゃんと次の小説書こうというふうなことで、セイラムズロット、昔住んでた町に帰ってきます。で、ベン・ミアーズはですね、セイラムズロットに帰ってきて、女の子ですね、ちょっと年下の女の子っていうか、もうそれでも25歳ぐらいですかの、スーザンと知り合います。で、その他にもですね、頭いいけど目立たない少年のマーク・ペトリっていう男の子が出てきます。マーク・ペトリは、転校していた学校でいじめられようとしたんですけども、頭脳の回転でですね、その場を切り抜けるというですね、割と共感しやすいキャラクターです。呪われた街ではですね、この3人の人物が一番最初にパッと点描みたいな形で描写されて紹介されるんですけどもですね、お話自体は、不動産屋が不思議な提案されるところから始まります。安い住宅が出てきます。それを僕らトレーラーハウスっていう風に言ってます。インディペンデンスデーとかでですね、貧乏人がトレーラーに住んでる描写ができたんです。あれですね。あれ何かっていうとですね、トレーラーハウスっていうのはですね、実は法的手続きが普通の家に比べてめちゃくちゃ緩いんですね。いわゆる火災報知器とかもつけなくていいし、保険とかもものすごく安いんでですね、一軒の家を買うより、ものすごく大きな豪華なトレーラーハウスを買った方がずっと安上がりなんです。で、おまけにそのトレーラーハウスを買った時にですね、最初からもうタイヤ外して、レンガとかのブロックの上に置いちゃったら、その中でも何人もの家族が楽々暮らせるんですね。楽々って言ってもですね、家じゃないんで、不便かもわかんないですけど、最初からカーエアコンついてるし、発電機がついてるし、快適なことに変わりがないんですね。セイラムズロットっていうですね、これから恐ろしいことが起こる街の不動産屋はですね、このトレーラーハウスを山のように売って儲けてました。そのモータートレーラーハウスですね、いろんなセイラムズロットの住民の生活が紹介されます。例えばサンディというですね、女の子はですね、ロイスっていう旦那さんと二人で新婚生活を送ってます。まだ17歳。高校中退してます。で、高校中退してもともとチアリーダーだったんですけども、ロイスとですね、付き合ってですね、サンディは子供ができちゃったので高校を辞めたと。で、高校を辞めて子供を産むと決意した時、結婚式の時、もう自分のお腹大きかったけども、これで自分の未来を開けてると思ったはずなのに、子供が生まれたですね、その半年後、サンディはですね、もう本当に自分の生活を地獄みたいに思います。子供はもうワンワン泣き止まない。で、うんちをそこら辺に塗りたくる。で、夫はそのことを訴えたら暴力を振るう。で、夫は高校でフットボールのスター選手だったのに仕事始めたらですね、しょうもない仲間とポーカーと酒ばっかりやってですね、全然働いてくれないと。で、自分はこんなことのためにモデルになりたい夢というのを諦めてトレーラーハウスの中で生活してるんだろうかというふうに絶望するサンディの様子が書かれます。これがアメリカの典型的なトレーラーハウスの中の現代の貧乏人の生活です。だから生まれたばっかりの子供を殴って青あざを作ってしまって、赤ちゃんにあざを作ってしまって、それを夫ロイスにどうやって隠そうかと。そんなことばっかり考えてサンディの一日は過ぎていきます。そんなですね、そのセイラムズロットの街ですね、変な事件が起こります。墓地ですね。この表紙になっているですね、墓地の入り口がですね、鋼鉄のフェンスなんですけど、鋼鉄のフェンスのところにですね、住人が飼っている一匹の犬が殺されて吊るされてたんですね。なんであの犬を殺したんだろうかとか、死んだんだろうかって誰もわかんない。なんてひどいいたずらをするんだろうと。このセイラムズロットっていうのは、そこら中でアメリカではいろんな若者の暴走があるんだけど、このセイラムズロットは田舎町で若者が悪いこととかをしない。そんな平和な町だったのにと言うんですけども、犬が殺されたには理由があってですね、犬はここのおでこのところに白い斑点があったんですね。で、この白い斑点がある犬っていうのはですね、西洋の伝承でですね、第三の目って言われるんですね。で、ここに白い斑点がある犬は魔を退けると言われる。ここにおでこに白い斑点がある犬を飼っていれば、家の中に怖いものが入ってこようと、人間の目に見えない悪い奴が入ってこようとした時に犬は吠えついて追い払うというふうに言われているんです。セイラムズロットの中で唯一ここに白い点を持っている犬が殺されて墓地に吊るされた。でも人々は何のことか全然わからない。そんなですね、町のさっき言った不動産屋のところにですね、カート・バーロー商会というところから問い合わせが来ます。それは何かというと、町の真ん中にあるですね、元洗濯屋だった建物を売ってほしいと。で、そこをバーロー商会というですね、アンティーク家具の店にするというんですね。ただし条件があると。一つ目は
この取引のことを絶対誰にも言わないこと。2つ目はその家を1ドルで売ること。1ドル以上絶対払えない。1ドルで売ること。3つ目はですね、その家の売買に関すること、手続きに関することを全てその不動産屋で行うことっていうふうに言われます。不動産屋は、いやちょっと待ってくれて、あの家の値打ちは8000ドル以上あると。なんでそれを1ドルで売らなきゃいけないんだって言われると、その代わりにと言って出された条件が、そのセーラーズロットの近くのハイウェイの近くに建っている土地の権利書なんですね。その近くには、もうすぐスーパーマーケットが建つと。ここを宅地として分譲しても、なんか商業施設として分譲してもいいけども、ざっと考えて150万ドルから200万ドルぐらいの値打ちがあると。これをあなたに無償で提供しよう。その代わりあの家を1ドルで売ってくれっていうふうに。なんで1ドルで売ったのかを聞かないことも条件の一つだと言われて、不動産屋はすっごい気持ちが悪いなと思いながら、なんで1ドルなのかというふうに思いながら、これね、この本の中で書かれるですね、ホラーのルールっていうのかな。ルールみたいなものですね。つまり何かするときはこういう条件なきゃいけないっていうのがどうもオカルト的にはあるらしいんだけど、そういうルールを説明せずに不思議な現象だけを語っていくんですね。で、不動産屋は不思議に思いながらですね、1ドルで店を売ってしまいます。すると何ヶ月かしたらですね、ヨーロッパからですね、すごく大きい荷物が届いて、この荷物を地下室に運ぶのも君の条件の一つだと言われて、酔っ払いを雇ってですね、その荷物を地下室に夜中に入れます。絶対に昼間動かしてはいけないと言われた。で、夜中に動かすときにですね、何か変な匂いがするというふうに運んでる人がいるんですけども、とにかく怖いから、なんで怖いかわからないです。最初ビール飲んで機嫌良くて、これで100ドルかよとか、今日の残業楽だなと言いながら、その大きい箱を地下室に運ぶんだけども、運び終わった時にはその二人の男は全く冗談を言えなくなって、理由は何にもないんですけども、なぜだか全身が怖いような気持ちになって、でも怖いにも全然理由がないんですけども、地下室に置いて帰ってくるんですね。それと同時に、ドナルド・キャラハンという神父さんもですね、描写されます。ドナルド・キャラハン神父はですね、絶望してました。信者たちに隠して毎晩酒を飲んでるんですよ。神父が酒飲むなんてやっちゃいけないんですけども、もうみんな知ってるんですね。キャラハン神父はいい人だけどお酒やめられないんだと。顔中に酒で血管が裂けちゃって赤ら顔になってしまって、それが治らないと毎日酒を飲んでる。理由は何かっていうと、みんながやってくる国会、いわゆる罪の懺悔のためなんですね。自分は悪魔との戦いに、キリストの神と一緒に戦うことに人生を捧げたと、若い頃のその決心に何にも間違いはなかったと思ってると。でも、今のこの街の中の神の敵というのは何なのかって、悪魔ではなくて、ただ単に赤ん坊を殴る母親とか、妻を殴る夫とか、酒をやめられない男とか、そんな奴らばっかりだと。この街にいる悪というのはこんなにみすぼらしい。悪がみすぼらしければ神もその偉大さを示せないと。自分が考えていた神のための戦い、悪魔との戦いというのは、こんなみすぼらしいことだったのか。なんか神に対する信仰を見失ってしまいそうになると思いながら、キャラハン神父はですね、毎晩この街にいる悪魔っていうのは、本当に子供を殴る親、酒をやめられない男なのかっていうふうに思いながら酒を飲んでるんですね。こんな状態です。事件がやっと起こりました。マーク・ペトリっていうですね、さっき言った頭のいい男の子ですね、その友達のグレッグ兄弟っていうのはですね、森の中で行方不明になったんですね。兄の方のダニー・グレッグだけ見つかって、弟の方は最後まで見つかりませんでした。見つかったんだけど、すごい血の気がないんですよね。そのまま病院に入院します。みんなが見つかってよかったなと言ったんだけども、すごい青ざめたままでですね、なんか血液の中のですね、いろんな赤血球の量とかがですね、激減していってですね、おかしいと思ってたら、ある朝看護婦が見たら、ものすごい顔色が良くなってるんですね。ビタミン B が効いたんだなって看護婦が安心して、よく見たら息をしてない。グレッグ少年はもうその場で死んでたんですね。すごい、顔色が良くなったと思ったら死んでいる。こっからですね、ものすごい丁寧な描写でカトリックの葬式っていうのがされます。僕こんなにですね、死は蘇りなりとか、死と死ぬことと復活することをですね、繰り返し言うカトリックの葬式シーンというのを読んだことがないのですね。カトリックの葬式の時の説教というのはこんなにホラーな内容なのかと思ってびっくりしたんですけども、死は必ず蘇ると、あなたの中の血と肉はこうなるだろうってみたいなことを言って、それを言ってるのはさっきのドナルド・キャラハン神父ですね。神のことを信じられなくなった人が一生懸命心の中を駆り立ててちゃんとした説教をしようということで、今日の説教は良かったなというふうに思って葬式が終わると。で、葬式が終わったらみんなが帰って、墓掘り人がですね、棺に土をかけるんですね。あっちの葬式っていうのは、最初の土をですね、親がかけたりですね、周りの人がかけたりするんですけども、最終的に棺を埋めるのは墓掘り人婦がやるんですね。墓掘り人婦が埋めるんですけども、で、だんだん夕焼けが近づいてくると。夕焼けが来る前に、日が完全に沈む前に、
仕事をしたい。ただ単にそれは後で酒飲みに行きたいって墓堀には思ったんですけど、どんどんドキドキしてくるんです。絶対に日が沈む前にこの棺を埋めなければやばい。この男の子っていうのは別に何の罪もなく死んだ少年なんだけど、なんかそんな気がすると。で思ってるんだけども、急に墓掘りの頭の中に変な妄想が出てきたんですね。あの男は棺の中で目を開けてると。やばいと。多分死体処理した人間が、死体というのは自然と目を開いちゃうんで、目を閉じた状態でゴムのりでつけるそうなんですね。このゴムのりが外れちゃったんだと。やばいと。棺の中で目を開けたらそいつは呪われたことになっちゃう。まあ、迷信深い墓掘り人はそう考えるんですね。今、ポケットの中に銀貨が入ってると。25セント銀貨が入ってるから、これを目の上に乗せてやれば、一応目を閉じた代わりになる。銀っていうのは魔除けの作用があるからっていうふうに考えて、墓を掘り返し始めるんですね。で、どんどん日が沈んでくると。森の中で行方不明になって、一人だけ見つかった男の子で、顔色が真っ青で、死んだ時だけなんか顔色がバラ色になって血色が良かった男の子。それをどんどん掘り返して、早くしないと大変なことになる。早くしないとっていうふうに思って、ようやっと墓に棺にゴンと当たってよかったと思った瞬間に、向こうの山の方の稜線ですね。山の線のところに太陽の端っこがスッと消えて、黄金の光がさっと消えたというところで、そのショーが終わってるんですね。まあもう怖い。こっから、この夜からですね、不思議な出来事が起こり出します。まず、サンディですね。さっき言ったトレーラーハウスの中に出てくる17歳で結婚して出産しちゃった女の子ですね。母親になった女の子はですね、赤ん坊を殴りながらも可愛がってたんですけども、開けっぱなしの窓の下で赤ん坊が死んでるのを発見します。で、赤ん坊が死んでるのを発見して、突然死なのかな、自分が殴ったせいなのかなと思うんですけども、赤ん坊は本当に眠ったように死んでるんですね。あと、マーク・ペトリ少年の家の2階でです。変なことが起こります。ペトリ君はですね、2階に自分の部屋があるんですけど、窓の外をコンコンノックする音が聞こえるんですね。死んだダニーが訪ねてきて開けてくれよというふうに窓の外で言うんです。でも、マーク・ペトリ少年はですね、ドラキュラ映画とかですね、ホラー映画を山のように見ててですね、そういうのをですね、研究済みなので、招待してはダメだと。インバイトしてはダメだ。入ってきていいよって言ったらあいつらは入ってくる。でもダメだと言ったら吸血鬼が入ってこれないっていうのをマーク・ペトリ少年は知ってるんですよ。なのでダメだって言うんですよ。そしたら明日は2人で来るからなっていうふうに何かは言って窓の外に消えていってしまう。バーロー商会ですね。街の真ん中のバーロー商会がついにオープンしてですね、なんかイギリス風の紳士っぽいおじいちゃんがですね、店の奥にいてですね、で、それで街の人たちに上品なお茶とかをおごって街の奥さん方を魅了する。墓掘り人の下りそこでさっきのところで終わりだったんですよ。で、てっきりもう僕は、あれで墓掘り人は棺から蘇ったやつに噛まれて死んじゃったんだ、吸血鬼になっちゃったんだと思ったらですね、全然違ってですね、墓掘り人がですね、ある日体調が悪いと言って病院に来るんですね。この間子供を産めた時からどうも体調が悪いと。なんか昼間眠くてしょうがなくて夜になったら目が覚めて、でもご飯なんかほとんど食べれなくて酒だけ飲んで全く食欲が湧かないんだっていうふうに言うんです。で、それで病院の先生はですね、心配して、お前は昔からの友達だからもう今晩病院に泊まっていけよって言って、で、病院に泊めてあげるんですね。で、病院に泊めてあげるとですね、夜、お医者さんは変な音を聞くんですよ。墓掘り人を泊めてあげた部屋からですね、話し声が聞こえるんですね。で、耳を澄ましてみたらですね、ああ、入っていいよっていう墓掘り人の声が聞こえる。そしたら、何かが窓を開けて入ってきて、子供の声で笑ってるんですよ。でもその子供の声がすごい邪悪な声でですね、笑っててですね、次にピチャピチャ何かをすするような音が聞こえてくるあたりでですね、一巻の真ん中あたりです。こういうですね、そのリアリティの出し方ですか、スティーブン・キングの描写っていうのは、アメリカの中にある小さい町で、その町の中で人がどんな風に生活していくのか、金持ちにしても貧乏人にしても、学校の先生にしても、その病院の医者にしても、神父さんにしても、どんな心で、現代という時代、神がもう誰も信じられなくて、怖いことがなくて、悪魔なんかいなくて、悪魔の代わりに悪い父親がいたり、悪い母親がいたり、泣き止まない子供がいたりする現代というのを書きながら、その中にこっそりと吸血鬼っていうのがもし存在したらどういうふうなことになるのか。でみんなはそれを信じられないから余計に状況を悪化していく。この後、ドナルド・キャラハン神父はですね、カソリックの総本山に連絡することなく、
ついに吸血鬼を認め、後半でですね、エクソシストですね、悪魔狩りをすることを決意するんですけど、このあたりの盛り上がりからですね、マーク・ペトリ少年がいかに活躍するのかとかですね、最後の最後、主人公がトラウマを受けたマースティン館っていうですね、その街のてっぺんにあるですね、ものすごいゴチ風の建築での最終決戦に至るまで、本当に怖くてですね、もう、ページめくるたびに、これ終わっちゃうのというのの連続ですから、スティーブン・キングですね。ホラー映画のですね、多分今のですね、トワイライトとかですね、そういう吸血鬼もののベースになり、そしてゾンビというものの存在がさっきも言った世界の終わりプラス吸血鬼だっていう組み合わせでできてるって言ったんですけど、それのですね、原点ともなった作品というふうに言えるのですね。皆さんもよろしければですね、スティーブン・キングの呪われた街をですね、読んでください。